はい、こんにちは。今日は、ちょっと季節早いんですけど、松竹梅の寄せ植えをちょっと作ってみたいと思います。松竹梅とお正月飾りによく使うんですけど、まあ、松竹梅なんですけど、松といってもいろいろあるんで、まあ、今回は五葉松の未生苗を持ってきました。で、これが松。で、竹は、実際は竹というわけになかなかいかないんで、通常は笹使います。まあ、同じような仲間。それから問題は梅なんですけど、今回ちっちゃいの作ろうと思ってるんですけど、ちっちゃい梅って手に入れようとすると、とても値段が商品盆栽的に作ったりと、大きいやつだと例えばホームセンターで季節になると980円とか1200円とかぐらいで手に入るんですけど、いや、いざちっちゃいの探し始めるとこれがまた5000円とか7000円とかとっても高くなるので、今回は梅というのは、長寿梅で代用します。まあ、長寿梅って梅がついてるからって梅ってわけじゃないんですけど、長寿梅は長い寿の梅と書いて、これはボケの仲間のよく盆栽の下草に使われるもので、まあ、これはまあ、ちょっと咲き方がね梅に似てるので、まあ、これは赤花持ってきましたけど、まあ、これの白花種もあるんで、まあ梅に似てるといえば似てる感じですよね。で、とりあえず今回はこの形で松竹梅を作りたいと思います。で、それ以外にこう下草を、まあ、ちょっと使うかどうかなんですけど、まあ、龍のひげの、ちっちゃい種類が、玉龍っていうのがあるんですけど、で玉龍よりさらにちっちゃいのがこの姫龍という、種類です。まあ、造園とかによく使うやつですけど、私は結構好きで、これ下草に使ってます。それから、まあ、石章っていうまあ、よくこれも下草に使うやつなんですけど、これとあとは、黄金シダ、ちょっと今盆栽から聞こえてきたんですけど、これも秋になると黄色というかオレンジ色に紅葉してとっても綺麗なんで、これも丈夫なんでよく下草に使います。で、とりあえずそれで、作ってみたいと思います。で、今回用意した鉢はこの白黒3鉢松竹梅だから、まあ、白がいいのか、まあ黒っていうのもありますけど、まあどっちがいいのかなという感じはします。松竹梅で黒にしますかね。じゃあまずじゃあこれからいきますか。で、これも最終的に飾るのをこう横並列で飾ってもいいですし、こう斜めにして飾ってもいいですし、どっちでもいいとは思うんですけど、そうすると飾った時にね、どういうふうな木の実にした方が見栄がいいとかそういうのもあるんですけど、まあちょっとねやってみないと分かんないんで、とりあえずやってみます。ちょっと今の時期だとこの中にじゃあ、いつも通りまあ、漂白用の混合ですね。赤玉自体に、珪石と、富士砂と、竹炭みたいなのが入っているのを入れます。で、こういう深い鉢の場合って、植物って上の方にも一生懸命根っこ張るんですけど、あんまり下の方までね張らないんで、下の方って特にこう平たい鉢の場合はお水があんまり滞留しちゃって切れにくくなるので、下の方はなるべく粗い土入れた方がいいとは思います。まあ、どっちかこう勢いがある方が選択肢になるのかなと。まあ、とりあえずこれはこれでちょっと植えてみますね。まあ、この針金かけてどうのこうのというほど大きな木ではないんで、まあこの雰囲気でもちろんかけてもいいんですけど、こうやって一枝かけてもいいんですけど、まあこういう寄せ植えの場合はね、あんまりいじらないで自然のままでいいと思います。あんまりとんでもない方向向いてるときはちょっと矯正するというぐらいです。じゃあ植え替えていきます。
こういう間口が狭くて深い鉢みたいなのは中に隙間できちゃうとやっぱり良くないんで土をよくつついて隙間のないように、します。でこれ大体入ったんで、私の場合はこういうのってやっぱり針金固定しにくいんですけど、一応こうやって上掴んで大丈夫なような固定の仕方になってますので、なんかぐらつかないということで、これはまず1個上がりと。で小竹の竹ですね。じゃあ竹いきます。竹といっても笹なんですけど、伸びすぎてるのをちょっと詰めるぐらいで、初めの春先から短く作れば短いのが出来上がるんですけど、これはそれほど短くは作ってないんで、それでこれは何年も植え替えてないんでぐるぐる回ってると思うんですけど、こうやって根っこがこういう笹の場合くる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 回っちゃうのが常なんで、だんだんこう真上から見るとこうやって真ん中がなくて周りに並ぶということになっちゃうんで、ここら辺も植え替えの時ねちょっとこう切ってあげて整列し直すというか、そういう感じになると思います。で根を切ってちょっとこうずろっと並んでるところを、ちょっときれいに整列をし直した方が、後で、メンテナンスが楽ということになると思いますので、これもあんまり今の時期ですから、あんまりね洗っちゃうとかなんとかっていうほどでもなくていいと思うので、それでこのままだとまた同じ格好になっちゃうので、表裏逆転させますかね。でこうやって内側によいしょと寄せて、なんていうか向きがある程度竹の方の中の方に寄せるとまた出てくるときは端っこによって出てくるので、そういうことでとりあえずそういう形で寄せていくと思います。それで走ってる根っことか結構あるんですけど、これがねどこにつながってるか結構わかんないんですよね。もちろんあからさまに飛び出しちゃってる根っこは切っていいと思うんですけど、案外ねつながってるところがあってバツンと切るとそこで枯れるとかね結構あったりするので、こんだけ生えてれば平気だと思うんですけど、ですね、動きがなかなかとりあえずこんな感じで、土はねあんまりねこの笹とか竹はこうやってねこういうふうに外れちゃうやつだっていうのでちょっと枯れるかもしれないですけど、あんまり土質は選ばないんで、もちろんさっき入れた土と、あとは赤玉土の小粒でちょっと作ろうかなと思います。これもちょっと、突っ込んどく感じで。赤玉の小粒ですけど。さすがにこれに関しては固定はいらないかもしれないですね。せっかく作ったんですけど、ちょっと固定はしてもしょうがないというか、もうすでにこの時点で突っ込んだ時点で持ち上げてもいけないですから、これはあらかじめ作ってしまったんですけど、じゃあこれは切った外しておきますね。草物でも盛り上がっちゃうやつとかね、そういうのはもちろん針金で留めておいた方がいいんですけど、この場合はあんまり大丈夫。今全体のバランスを見て、芯の真ん中の伸びてるところはちょっとつまんでおいて、
それから葉っぱのこういう傷んでるようなのはもう切っとくとかですね。まあ冬になると縁が枯れてきたら熊笹みたいになるんですけど、まあ、今の時点ではね青々してるんで傷んでる葉っぱは取っておくという感じですね。ちょっと後でお水あげれば鉢きれいになりますので、とりあえずこれと、それからこれは梅の代わりということで長寿パイ。長寿パイの方はこれに黒、白、黒か、こっちか、黒、白、黒ですね。前もちょっとお話ししたと思うんですけど、買ってきたのを植え替えた方がいいって話をしたんですけど、これもちょっと畑の土っぽいですよね。だからこういうのをね、なるべく植え替えて水はけのいい水通りのいい土にしておいた方がいいと思います。長寿梅の場合って今葉っぱついてるんですけど、特に夏なんかは唐突に巻き木になって全部の葉っぱが落ちたりしますけど、まあそれはそういう生理現象だと思って心配しないでくださいっていうのもあれなんですけど、まあ、心配は心配なんですけど、また芽出てきますから、大丈夫なんで、本当はバツッと一回切りたいんですけど、あんまり深切りするとあれかな、まあ、ちょっと探って下半分ぐらいをで、これでで、下草を植えますかね。今ちょっと何がいいかは、黄金下あたりをちょっとここら辺に置いてみますかね。ちょっとこの空間に入れてみますね。じゃあこれで一回ちょっとお水をやっていきます。今ちょっとお水やってきました。それで、例えばこういうちょっとガチャガチャガチャとなってしまったものを倒れてるとこはちょっとこう立てて直して。
でまあこれも好みもあるんで何とも言えないんですけど、例えば淡水石っていう白っぽい砂利があるんですけど、あれなんかを下に引いとくとこういう竹系のものは見栄えが良くなるので。地際から生えてる葉っぱも抜いちゃった方が根元がすっきりするとは思うので、これは何を表現するかによってはですね、竹林を表現したければ根元の葉っぱはついちゃった方がこう立った状態のこう竹っぽく。笹なんでちょっと竹っぽくてうまいんですけど見えるんで、あんまり下にこうへばりついてる葉っぱは外しちゃった方がいいという考え方と、あとはそこまでしないで逆にもっと芯抜きをしてね、こんもり全体でなんていうかモコモコっていう感じを楽しむとか、人によっていろいろ感性があるので何とも言えないですけど、で今回はちょっと下っ端を抜いてみたんで。こういう植物って植えた時はちょっと向きがバランバランでも日数経つとちゃんと起き上がってくるので、あとはこう日々観察してて、ここちょっと伸びすぎちゃったなとか、これはちょっといらないかなとか、それは適宜ハサミを入れていただければ。こういうのはどこまで細かくねやるかっていうのはそれぞれの方のお好みですから。ということで一応これで松竹梅ということで、作ってみました。で飾り方はねこうくっつけたり、あとこう斜めでこういうふうにやってみるとかね、いろいろ飾り方はあると思うのでそれぞれ楽しんでいただければいいと思います。管理は若干これはちょっと日陰っぽいところがいいかなという感じで、あとは日に当ててもいい感じですね。別々に管理してて飾りたい時にこう寄せて飾る、いろんな飾り方をしてみる、なんていうか一箇所じゃなくてこうバラバラに飾るとか、楽しみ方はいろいろあると思うので参考にしてもらえればと思います。どうもありがとうございました。